会の産業まとめ。ヒュンダイ産業開発の再実態調査を拒否。買収手続き白紙化へ。国有化後に他の企業への再売却か？昨年3月に粉飾決算で摘発され、巨額の赤字が発覚したアシアナ航空。4月には親会社であるクムホ産業がアシアナ航空と、子会社であるエアソールなどを売却すると発表。この時点で負債は1兆ウォン、約900億円。買収代金は1兆ウォンから1兆5000億ウォン、約900から1300億円、と推定されました。子会社も含めると2兆ウォン弱、約1800億円、とも言われていました。アシアナ航空はコスト削減のため無給休職や希望退職、ファーストクラス廃止、機内での免税タバコ販売などの施策を行ったとされています。いくつかの財閥グループが買収先候補として挙がった中、最終的に残ったのは資本力のある HDC ヒュンダイ産業開発とミレアセットデウのコンソーシアム。昨年末に2兆5000億ウォン、約2200億円で交渉は妥結し、買収は法的手続きへと進んでいます。しかし最終段階で新型コロナウイルスによる手続き遅延とともに、HDC に無断で国策銀行から多額の融資を受けるなどして状況が大きく変化しました。この1兆7000億ウォン、約1500億円という巨額融資で昨年末 1386% だった負債比率も 6281% に達しています。固定費の発生も含め、今年増加した負債だけで4兆5000億ウォン、約4000億円になり、明らかに当初よりも条件が悪化しています。突然負債が増大したため、財務諸表の信頼性が疑われるとして HDC ヒュンダイ開発産業は実態調査を要求。しかしアシアナ航空の債権銀行である産業銀行がこれを拒否。このことが実質上買収拒否だという見方もあります。行き詰まった HDC ヒュンダイ開発産業が買収を断念すると見込まれていて、産業銀行が社債を株式転換して経営権を握るのではないかというシナリオまで囁かれています。経営正常化後、改めて別の企業に売却されるものと見られています。産業銀行は合併の期限は8月11日としていて、このまま合併が行われるか、それとも断念するのか、注目が集まっています。編集書簡。今回の概要。親会社の状況。不運な HDC ヒュンダイ産業開発。一時的な国有化への道。皆さんがどのあたりからご存知かわからないので2019年の粉飾決算以降の流れをご紹介しました。粉飾決算によって、当初純損失104億ウォンだとしていたのが1958億ウォンと約20倍に膨れ上がったわけで、この時に負債比率が急激に上昇して一気に危険な企業に転落。経営が著しく悪化してグループの売却対象となったわけです。アシアナ航空が属するクムホアシアナグループも度重なる経営失敗でアシアナ航空を救済できる力はどこにも残っていない状態。貴重な収入源だった石油化学事業は分離されたし、タイヤ事業は中国に売り払って、アシアナがなくなればただの高速バスと建設を抱える中堅企業になり下がります。アシアナ航空ももちろんかつてはドル箱でしたが、この状況で赤字まみれに陥った企業を手放すしか残された道はないのです。韓国の2大航空会社の一つなので、韓国政府が基幹産業保護や連鎖倒産、大量失業を防ぐためにアシアナ航空が潰れることはないでしょう。合併に乗り出した HDC ヒュンダイ産業開発にとって、新型コロナウイルスの流行はとてつもなく不運な結果を生み出しました。いや、むしろ買収が完了してなくてよかったのかもしれません。買収完了後にこの事態が起きていたらグループ崩壊などさらなる混乱を招いたかもしれないですからね。HDC にいつの時点まで買収の意思があったかは謎です。今もあるかもしれませんし、感染症が流行して合併承認が遅れた時点で本当は諦めていたかもしれません。今こうしてジタバタしているのは、契約金2500億ウォン、約220億円を返してもらうための悪あがきという見方もあります。もしくはもうその損失は涙を飲んで、買収を諦めようとしているのかもしれません。真には今のところわかりませんね。私ならこの状況を考えるともう買収は諦めます。航空業界はお金があっても立ち直りは容易ではない気がするので、HDC は無断巨額融資に難色を示しましたけど、結局はあれを受けないと立ち行かなくなっていたと思います。まあ、この産業銀行と輸出入銀行の支援のせいで3社、HDC、アシアナ、産業銀行の関係は奇妙になりました。
産業銀行がこの状況下で HDC がやっていけるのか疑い始めたわけです。当然でしょうね。下手をすればグループごと吹き飛びます。HDC は基本的に都市開発関連の不動産企業なのでそれほど感染症の影響は受けていないと思われます。ちょっと詳細はわからないですけど。まあでもどうなのかな。この墜落しそうなアシアナ航空を救うのは簡単ではないはずですけど。どうあれ産業銀行は買収を中止させ、しばらくは債券団による経営改善に乗り出す意欲が見られます。アシアナ内部ではほっとしている人もいるようですが、デウ造船海洋のように、事業や人員をざっくり整理して健全化させ、よそに売り飛ばそうというわけです。HDC が買わなかったから安心というのはないと思います。一時的に国有化されるわけですが、この状況を国有化と呼ぶなと反発しています。国策銀行が経営権を持てば国有化でしょ。まあいいや。彼らはそういうつもりはないそうです。ネイバーのコメント欄を見ると罵詈雑言の嵐ですが、他の企業とは違って基幹産業、航空業界という国民の足でもありますから、全体として反対は少ないものと思います。韓国政府のやることが気に食わないだけの人たちの意見は無視しておきます。最悪の事態を想定する人もいますが、第2四半期は貨物が好調で黒字だったそうなので、悲惨な目には合わないと予測しています。アシアナ航空は墜落ってところですかね。セーフティーネットがあるから墜落しないの。そうなんですか。つまんないですね。JAL も墜落しなかったでしょ。そうですね。JAL はまた飛んでいきましたね。今はまた地を張ってるけどね。今、世界中の航空会社が同様の状況なので全く笑える話ではないんですよ。ANAもですか？そうです。そして LCC なんかも苦しいと思いますね。今は運賃高いんですかね？9月の連休で見てみたけど普通ですね。連休だから高いということもなく。そうなんですか。高くしてるのかと思いました。それだけ人が乗らないんでしょうね。私は新幹線は乗ったけど、飛行機は今年は乗ってないな。私はどっちもです。新幹線はどうでした？ 6 月頭まではガラガラだったよ。7月に入ってからは3割くらいかな。もうどこか行かないんですか？この前みたいに。呼ばれたら行きますよ。話を戻して、合併はなくなりそうですね。合併したら何かいいことがあるんですか？借金を合併した企業が返してくれるってこと？しなかったら返さないですか？破産申請してもいいんだけど、そうすると連鎖倒産があるからああやって政府系の金融機関が出てくるんですよ。じゃあ政府がお金払えないからって諦めることは？まずないですよ。あったら大変ですね。あったらどうなります？そうだね。同様に破産手続きを行うので、税金が無駄に蒸発したことになりますね。国民が怒りますね。政府系金融機関が挫折すると大混乱でしょうね。ふふ、すごいですね。ただ起きないですよ。起きるほど韓国の国力が低下していたらそれこそ大変な事態です。通貨も発行できるし、外貨準備高もあるので、本当に起きるとしたらとんでもない事態だと思いますね。でもこの状況が長引けばわからないですよね。それでも大丈夫だと思うけどどうなんだろう。まだ資産売却や人員削減は鬼のようにできる余地はあるから潰れないと思いますけどね。なんかこう、真面目に答えずに面白いこと言ってくださいよ。何それ？韓国経済が破綻するとか？これ式のことじゃそんなことないです。そうなんだ。意外としっかりしてるんですね。状況がこうなので不動産バブルも膨らみはしますけど、今のところ弾ける予兆はないですからね。韓国人は不動産投資大好きですから。バブルも弾けないんだ。つまんないの。弾ける時は突然なんですけどね。また、弾けるには強力な外的要因が必要ですね。現状危険な膨れ上がり方をしていることは間違いないですが。大企業が潰れたら弾けますかね。そうですね。でも多分国が救済するからないでしょう。ずるいですね。ずるくないよ。意外と堅牢なんですよ。チェ。今日は自転車の話をします。自転車？前にお姉ちゃんからもらった自転車に乗ってたんですけど、警察によく止められました。鍵がついてないよって。鍵つけてないの？いえ、ちょっと特殊な鍵だったんです。後輪につけるタイプだったんですけど、鍵を挿したままだと走ってる時に抜け落ちるんです。なので鍵がないのに気づいた警察官が盗難車だと思ったらしくて。
警察官は自転車で捕まえられたら窃盗現行犯だからね。すぐ呼び止めますよ。そうなんだ。で、鍵持ってますって見せたら頭にハテナがいっぱい出ていました。難儀でしたね。でもその自転車盗まれたんですよ。鍵かけるの忘れて。どこで？自宅マンションで。でも盗まれたら通知来るんじゃないの？お姉ちゃんの昔の住所に行ってると思う。ああ、防犯登録更新しないから。あれでも面倒なんだよね。前の所有者の登録情報が必要で。なので新しいの買いました。楽天で。楽天で？可愛い色の自転車。いくらくらい？2万円しなかったです。1万8000円とか？それでカゴをつけてもらおうと近所の自転車屋さんに持って行ったんです。そしたら自転車屋のおじいさんに中国製のゴミ自転車だって言われました。そんなにひどい表現。つけてもらった普通のカゴよりも先に自転車が壊れるって言われました。そりゃひどいね。何か部品の質が全然違うんだって。それで、数ヶ月で調子が悪くなって。本当に？で、可愛い自転車だったのに急に嫌いになって。どうしたの？ちょっと遠いところにある中古自転車のお店に行って中古自転車を買いました。その可愛いやつは？お店にあげました。中古自転車いくら？8000円だったかな。国産のブランド物です。自動点灯ライトとかついてました。どうなの？快適です。自転車は安物買ったらダメだと思いました。10年以上平気で使えるしね。多分国産のブランド物なら。へえ、自転車の中古ってそこそこいいんですね。参考になります。でしょ？私のも前の会社の隣の会社の社長にもらったものだけど。盗まれたら一巻の終わりですね。そしたら国産の中古車買うよ。